もし目の前で無抵抗な人々が次々と殺されていったら、遡ること22年前の2000年6月12日、ブラジルリオデジャネイロが今回の舞台。早く車を用意しろ。バスの窓から身を乗り出し、そう叫んでいる男はサンドロ・ド・ナシメント21歳。この時サンドロは11人の乗客を人質に取り、バスに立てこもっていたんです。バスの周囲を警察が取り囲み、辺りは緊迫した空気に包まれていました。そんな中、要求に応じようとしない警察にしびれを切らしたサンドロは一人の乗客を取り押さえ、その頭に銃を突きつけます。そしてサンドロの突然の発砲に乗客たちはパニック状態に。うわー、死んでる、助けて、殺される。バス内では絶叫のような悲鳴が響き渡り、最悪の事態を想像した警察は焦りを募らせます。しかし実はこの時まだ誰も死んでいなかったんです。11人もの乗客を人質に取ったサンドロ・ド・ナシメント。彼はなぜそのような凶行に及んだのか。史上最悪のバスジャックと言われたこの事件の背景には悲しい負の連鎖があったんです。家系ラーメンは固め濃いめ多め、ケンちゃんです。久留米豚骨ラーメンが大好き、エミヤミコです。本日ご紹介するのはブラジルリオデジャネイロで起きたバスジャック事件なんです。この事件はあまりにも悲惨な結末を迎えてしまったことから史上最悪のバスジャック事件とも呼ばれているんです。史上最悪ってやっぱりたくさんの被害者が出ちゃったってこと？被害者がね複数人出たっていうところも問題だったんですけど、悲惨な史上最悪なというね言葉の裏にはブラジル社会が抱えるある闇を反映した気持ちもね意図も込められているんです。一体どんな事件だったのか、まずは事件発生の場面から見ていきたいと思います。惨劇の始まり。遡ること22年前の2000年6月12日、ブラジルリオデジャネイロ。おとなしく降りてくるんだ。とあるバスに乗り込んだ警察官は乗客の若い男に向かって警告しました。すると、うるさい、下がれ、さもないと男は近くにいた女性を引き寄せ、その頭に銃を突きつけます。男を刺激することを恐れた警察官はおとなしくバスを降りるほかありませんでした。銃を片手に警察を威嚇するその男はサンドロ・ド・ナシメント21歳。この時サンドロは11人の乗客を人質に取り、バスに立てこもっていたんです。人質って言いづらい。バスの周りを取り囲んだ警察はサンドロに必死の説得を試みるんです。しかし興奮したサンドロに投降を呼びかけるのはむしろ逆効果でした。バスの窓から身を乗り出したサンドロは外に向かって発砲。車だ、車を用意しろ。バスの周辺にいた野獣馬たちは慌てふためいた様子で逃げ惑い、辺りは騒然としていました。警察はバスの周囲にも被害が出る可能性を危惧し、特殊部隊ボッピーの出動を要請します。名前かわいいな。そんなお酒なかった？それホッピーな、浅草の路上で飲んでる酒だよ。それ偏見すごいわね、あんた。そしてこのボッピー、世界的に見てもかなりすごい舞台なんです。というわけで本日のメトラキーワード、ボッピーについて。ボッピはブラジル・リオデジャネイロ州の軍警察に所属する特殊部隊のこと。主にギャングの抗争が多発するスラム街を取り締まる彼らは、その性質から至近距離での戦闘を得意としているんです。ボッピは市街戦において世界最強の部隊とされています。装甲戦闘車両やバリケードを突破するためのトラクターを有するほか、隊員は自動小銃をはじめとした多数の重火器を使いこなし、凶悪犯罪に日夜立ち向かっているんです。言う通りにしないとこいつらの頭を撃ち抜くぞ。バスから身を乗り出し、わめき散らすサンドロを前に急いで狙撃態勢に入るボッピのスナイパー。野獣馬たちは固唾を飲んでその様子を見守ります。しかし狙撃のチャンスが来たにもかかわらず、スナイパーたちは誰一人として銃の引き金を引けずにいました。なんで撃たないのよ？乗客を盾にしてるから？この時警察はね、撃ちたくても撃てない事情があったんです。実はこのバスジャック事件は事件発生直後からすぐにマスコミが駆けつけ、リアルタイムでテレビ中継されていました。犯人が撃たれる瞬間をテレビで流すわけにはいかない。そう警察が判断した結果、ボッピには人質の命を守り、かつサンドロを生きたまま確保するという任務が与えられていたんです。そのため事態は依然として膠着状態にありました。そして警察が要求に応じないことに業を煮やしたサンドロは次なる行動に出ます。そこのお前、こっちへ来るんだ。彼はそう叫ぶと乗客の女子大生を引き寄せます。そして彼女を取り押さえたまま窓のそばへと近づき、サンドロは女子大生にこう指示を出しました。俺の言う通りに書け。女子大生は口紅を手に持ち、震えるその手で窓ガラスに文字を書き始めます。その内容はサンドロから警察に向けたメッセージでした。午後6時に全員殺す。いや、やばいじゃない。早くしないと大変なことになるわよ。そうなんですよ。そしてね、問題の6時、
そのね直前に差し掛かった時、事態は大きく動くんです。その後も警察はサンドロの要求には応じず、かといって彼を撃つこともできないまま両者睨み合いの状態が続いていました。そして時刻が5時40分を迎えたその時、こっちへ来い。サンドロは先ほどの女子大生を再び自分の元へと引き寄せました。何するのよ。やめて。怯える彼女の頭に布をかぶせ、自分の足元にひざまずかせるサンドロ。そして次の瞬間、サンドロは彼女に向かって発砲したんです。うわー、助けて。響き渡る乗客たちの絶叫。この時一人の女性が窓の外へ向かって訴えかけるようにこう叫びました。警察を早く言う通りにして。人が死んだのよ。続けてサンドロはこの女性の頭に銃を突きつけながら生中継のカメラに向かってこう言い放ちます。俺はカンデラリアにいた。イボーネをここへ呼べ。カンデラリアとイボーネ、何のことを言ってるの？実はこの2つの言葉はサンドロの過去に関わる言葉で、この事件のね起こった原因、そこに対する重要な鍵と言われているんです。カンデリアイボーネ。生きるために。ああ、腹が減った。1987年、路上の片隅で少年サンドロは寒さに震えていました。サンドロの父親は彼が生まれてすぐに蒸発。その後サンドロは母親と暮らしたんですが、そんな彼女も暴漢に襲われ、サンドロの目の前で殺されてしまいました。わずか9歳にして1歳の身寄りをなくしたサンドロは、そのままストリートチルドレンになるしかなかったんです。家族もおらず、住む家もない孤独なサンドロ。寒さと飢えに苦しむ過酷な日々の中、彼はある場所へとたどり着きました。さあ、今日からここがあなたの家よ。ここではあなたと同じぐらいの年の子がたくさん暮らしているの。そう言ってサンドロを招き入れたのはイボーネという女性。サンドロが足を踏み入れたその場所はストリートチルドレンに寝床を提供しているカンデラリア教会でした。なるほどね。だからサンドロはこのイボーネって人に助けられたわけね。そうなんです。彼女はサンドロにとって母親のような存在だったんです。イボーネの存在と教会での暮らしは飢え死に仕掛けていたサンドロを救い、彼は元気に成長していきました。そして大人になったサンドロは教会を飛び出し、自分一人で生活する道を選ぶんです。しかしそこで彼の前にまた大きな壁が立ちふさがるんです。もううんざりだ。働きたいのに誰も仕事をくれやしない。真面目に働こうとする意欲はあるものの、サンドロはなかなか仕事に就けずにいました。少年時代は日々生きることだけで精一杯だったサンドロ。そんな中で教育を受ける機会がなく、読み書きできなかったことが彼にとって大きな障害となっていたんです。厳しい現実に自暴自棄になったサンドロは、やがて窃盗や違法薬物の売買など生きるための犯罪に手を染めていくようになるんです。働く意思はあるのに雇ってもらえないっていうのはもちろん辛いんだけど、それで犯罪に走るしかないっていうのはね、ちょっとどうかなって思う。やっぱね、犯罪を犯してでもやんないと生き延びれないっていうね、貧困社会の闇がね、やっぱあると思うんすよ。サンドロはそういう社会への怒りからああいう事件を起こしちゃったってことかしら。そういう風にもね、捉えられても仕方がないですよね。事件発生から数時間経ってもサンドロは変わらずバスの窓から叫び続けていました。その姿は一見するとうまくいかない人生の憤りを世間にぶつけているかのようです。もうすでに一人死んでいるんだ。ぐずぐずしてたら被害者はどんどん増えるぞ。依然として途切れることのない乗客たちの助けを求める声に警察は焦燥感を募らせていました。しかし実情は警察が想像していたものとは大きく違っていたんです。実はこの時バスの中はその場にいた人間だけが知る予想外の状況にあったんです。そう、バスの中ではまだ誰も死んでいなかったんです。サンドロに撃ち殺されたと思われていた女子大生に銃弾は当たっておらず、彼女はバスの中で確かに生きていました。なんとサンドロは彼女を殺すつもりがなかったどころか、バスジャックをするつもりもなかったんです。何よ今更。バスジャックするつもりがなかった。そうなんです。実はサンドロはね、成り行きでバスジャック犯になってしまったんですよ。あれ成り行き？成り行きで、そして誰も死んでいないのに乗客が騒ぎ出したのは、サンドロの悲しい事情が関係していたんです。深夜の襲撃。2000年6月12日の午後、サンドロはリオデジャネイロ市内を走行するバスに乗ろうと乗客の列に並んでいました。サンドロはこの時銃をちらつかせて乗客を降ろし、お金を奪おうと考えていたんです。そう、そもそも彼は強盗目的でバスに近づいただけであり、乗客に危害を加えるつもりもバスに立てこもるつもりもありませんでした。しかしあの男が持っているものはもしかして、列に並んでいた乗客の一人がサンドロが銃を隠し持っていることに気がついたんです。乗客はすぐさま警察へ通報。警察は現場へ急行し、バスはあっという間に取り囲まれてしまいます。まずい、こんなはずじゃ。こうして逃げ場を失ったサンドロはバスに立てこもらざるを得ない状況になってしまったんです。強盗目的に近づいたってのはもっとそもそも悪いんだけどさ、そんな何も起きてないんならそのまま降りればよかっただけの話なんじゃないの？実はサンドロがね、警察の前には出れないのにはあるね、事情があったんです。
警察に捕まったら俺は殺される。サンドロはなぜか警察を異常なまでに恐れていました。そして彼は警察に取り囲まれたバスの中で乗客たちに向かってこんなことを言ったんです。誰も殺さないし傷つけない。だから俺に協力してくれ。乗客たちに向かって深々と頭を下げるサンドロ。乗客たちは銃を片手に持つサンドロに怯えながらも必死で懇願するその姿に困惑します。サンドロは続けて叫びました。俺は逃げたいだけなんだ。無抵抗な人間が殺されるのはカンデラリアだけで十分なんだよ。1993年7月23日。みんなご飯の時間よ。カンデラリア教会で子供たちにそう声をかけたのは彼らの世話役の女性イボーネだった。サンドロ、行こうぜ。ああ、ご飯が楽しみだな。まだ幼さの残るサンドロは当時15歳。仲間の子供たちと共に穏やかな日々を過ごしていた。その日の深夜、子供たちがすっかり寝静まった頃、教会の前に1台の車が止まった。その中から姿を現したのは警察だった。ここだな。昼間のクソガキどもの家は。ああ、間違いない。そう会話を交わした警察はそのまま教会の中へと足を踏み入れる。そして子供たちが眠っている部屋の扉を開けると、うわー！教会内に響き渡る銃声と子供たちのけたたましい悲鳴。子供たちは何が起こったのか分からず四方八方へ逃げ回った。警察はそのまま発砲を止めず子供たちに向かって笑いながらこう言った。警察をバカにしたことを後悔するんだな。サンドロは混乱に包まれる教会の中、必死の思いで物陰に身を隠した。嫌だ、死にたくない。サンドロは目をつむり、両耳を塞いでその恐怖にじっと耐えた。それからしばらくして銃声が止み、侵入してきた警察の気配がなくなったその時、サンドロは恐る恐る物陰から教会内の様子を伺った。するとそこには、血まみれになった仲間の亡骸がいくつも転がっていた。この事件でカンデラリア教会では8人の子供たちが命を落とすことになりました。きっかけは教会で暮らしていた子供がパトカーに石を投げたこと。子供の些細ないたずらに逆上した警察がその報復に出るという前代未聞の事件はカンデラリアの惨劇としてブラジルではよく知られた事件なんです。俺はあの時カンデラリアにいたんだ。警察はみんなを殺した。乗客に向かって震えながらそう話すサンドロ。彼が警察に捕まれば殺されてしまうと怯えていたのは幼少期のそのトラウマによるものだったんです。話を聞いていた乗客の表情からは困惑の色が消え、皆サンドロに同情の眼差しを向けるようになっていました。ここから乗客たちは一致団結し、バスの中で人が死んだように見せかける迫真の演技で警察から逃げたいというサンドロの願いを叶えようとしたんです。ひどすぎる。こんな奴らに警察っていう称号があってほしくないって思っちゃう。国家権力がそんなだったらもうその国信用できないですよね。まあブラジル社会ではね、そういった社会構造のね、闇、歪みっていうのがあるんですけど、今回の事件でそれが如実に明るみになってしまったということなんです。そしてさらに悲劇はここだけにとどまらないんです。史上最悪の失態。警察とサンドロの睨み合いは続き、気がつけば事件発生から4時間が過ぎようとしていました。人質たちは大丈夫なのかと周囲が心配を寄せる中、ここに来てサンドロは予期せぬ行動に出るんです。おい、男が降りてきたぞ。人質の女性を盾にした状態で車内から姿を現したサンドロ。どこか諦めのような表情を浮かべる彼の様相は警察への抵抗を断念したようにも見えました。ところが次の瞬間、静まり返った街に銃声が鳴り響くんです。血を流しその場に崩れ落ちる人質の女性。しかしサンドロはこの時女性に向けた銃の引き金を引いてはいませんでした。人質の女性を撃ったのは警察だったんです。一人の警察官が放った銃弾はサンドロを狙ったはずが誤って人質の女性に命中。想定外の被害者が出てしまったことに警察一同は騒然とします。しかし人質を失ったサンドロが無防備な状態となったことに変わりはありません。今だ。警察はこの機会を見逃さずすかさずサンドロに飛びかかります。うわー、離せー。揉み合いになる警察とサンドロ。そんな中、ある一人の警察官がサンドロの首に腕を回し暴れる彼を抑え込もうとしました。苦しそうにもがくサンドロ。警察官は彼を逃すまいとより一層その腕に力を込めました。しかし夢中でサンドロを締め上げていた警察官はある時から彼が妙におとなしくなっていることに気がつくんです。そう、この時サンドロはすでに死んでいました。ちょっと待ってよ、警察ほんと何やってんのよ。信じられないですよね。サンドロだけではなくね、誤って撃たれてしまった女性もこの後死亡してしまうんです。この事件が史上最悪のバスジャックと呼ばれるゆえんは警察の手によって2人の命が奪われてしまうというあまりにも悲惨なその結末にあったんです。サンドロの取った行動は決して許されるものではありませんでしたが、彼は誰一人として傷つけるつもりはなかったんです。カンデラリア教会で虐殺を行ったのもバスジャック事件で犠牲者を出したのも警察。本
本来市民を守るべき立場の彼らが市民の命を奪ってしまったこれらの事件はブラジル全土に衝撃を与え、警察への信頼を大きく揺るがすものとなりました。そして今回の事件はブラジルの貧困問題を発端とする負の連鎖が引き起こした事件とも言えます。サンドロのトラウマとなったカンデラリアの惨劇も、彼が職にあぶれ犯罪行為に手を染めたことも、根幹をたどれば全て貧困問題に行き着くのではないでしょうか。現在でもブラジルには2万人以上のストリートチルドレンが存在し、深刻な問題となっています。今回と同じような悲劇が繰り返されないためには、社会的弱者が虐げられる社会構造のみならず、多くの人々を苦しめている貧困問題を根本から改善していくことが何より重要だと僕は思います。